Hello 啊，大家！上一集看完了，真的是又给我了非常多的感悟吧。就尤其是一路看了黄金神威这么久，在这场黄金争夺战中吧，没有一个人是真的如此无私的为着心中的，不管是革命也好，大义也罢。大家每个人都是有着一己私欲的，所有的这些大义都是跟他们的私心所相互缠绕住。我觉得上一集不管是贺建，他其实也是为了让这个他自己妻女葬生的地方能够划进这个日本的领土，还是说像威鲁克也是因为自己女儿的存在，所以呢改变了他们曾经一起奋斗过的革命目标吧。基洛兰克抓住他们曾经的远东大联盟的这样子的目标而不放手，也有这个索菲亚还在远东的这么一层这个原因在，不禁让我在想，就是阿西利帕的这个私心也是有的吧。而像房太郎前几集有再去问到阿西帕的一些问题吧，就是阿西帕他还是想一直能跟山原一直在一起的，或者说是一种未来吧。内心深处阿西帕也是非常害怕山原的这个离开或者逝去的吧，相信他也想抓住这一份来之不易的幸福所在。あれが俺への最後の言葉だった。アシリパの幸せを祈っている。誰かに戦わせ安全なところで生きるのではなく、茨の道を自分で選び。其实也没有为让阿西帕去完成他们的这个意志，就像黄太郎说的，自己的幸福要自己去抓住，即使拼上性命吧。文化就会逝去。遂げたのか。これから教えてあげよう。我的天哪，这个表情真的就是让人不寒而栗吧！他就要去揭穿这一切，我觉得这对于阿西帕跟索菲亚太残忍了吧，心灵上的一种折磨。就是有骨的爸爸，这长太像了。最初にキムシプ老人を目撃した人物だ。見事な彫刻ですね。我が家に伝わる文様です。陸軍にいる息子のため、アイヌを忘れぬようにと。说的就是有骨。私たち第七師宇佐美。家族同然です。戦地へ行けば互いに命をかけて助け合う。もちろん力マス君に対してもです。家族同然に心からの信頼が力マス君にあれば。私たちが老人を捕らえたのは一月も前です。今頃金塊は見つかっているでしょう。あなたはどうして一緒に金塊を探しに行かなかったのですか？彼らのやり方についていけないと感じたからです。隠し場所を教えないキムシプ老人に気の荒い者が脅すような発言をし始めたのです。金塊の場所を教えなければ家族を。这是奇卡帕西吗？哦，他是奇卡帕西的爷爷之类的。断を図る者たちと手を切ったのは賢明です。放棄の計画を知った以上、我々第七師団は見過ごせません。すべて話してください、アリコさん。日本人として生きる若いアイヌのためにも。彼らの気持ちもよくわかる。金塊を使うにも血を流さない方法がないかと。我突然发现贺建穿的衣服还是当时破了的。癖者揃いだし関係も浅い。懂了，就是中间也有裂痕，他们也不完全是一致的。とても巧みにまとめている。猿川あたりのアイヌが土を食うって本当だったんだな。知恵といい。我
俺が食べる土と言って昔からずっと食べられてきたんだぞ。わしに牛だ犬だってバカにされるさ。そうだそうだ。わしにビクビクしてるお前らの方が情けねえべ。なんだだろこの野郎。大家内部也不是团结的，怎么可能再让那么多不同的民族团结起来呢？很难的。アメリカ国の先住民など世界中で食べられてる。カラフトでは珪藻土を使ったチカリペという料理が一番のごちそうだった。アザラシの油をまろやかにしてくれるんだ。多亏了威洛克吧。あんたはすごいやつだ。おい、いけるな。もっとくれ。こいつ。差別は無知哇哦！せめてアイヌ同士は理解し合い、一つに。像个十字架一样，虽然是歪的。住んでいるのはビホロかネムロか。とにかくカラフト出身のアイヌだ。男の名前と人相も教えていただけますか。お父様。哦，他要利用这个。ウィルクと青い目で顔に傷がある。他利用他儿子是他的软肋，所以叫他父亲来套出这个情报。我的天哪！贺剑。私は一本の毒矢をウィルクに放った。ウィルクはゲリラである過去を打ち明けていましたか。彼はロシアでの革命運動の資金としてアイヌの金塊を探しに北海道へ来た。这就是他的毒箭。他就是要说这些话，让他们内部产生隔阂。哦，贺剑。他太懂怎么要去制造这样子分裂了，太懂人心了。明け方、瀕死のアリコさんを見つけた。ウィルクにやられたのか。いや、あの男は何も。みんなで殺し合いになった。哦，这就是他们当时埃努好多人死了的原因吗？就是内部分裂了。かろうじて保たれていた均衡が私の放った毒矢で崩壊した。そして自分の過去を白者が追ってきていると悟ったウィルクは。鶴見注意殿。自ら皮を剥いて他人の。天呐，太狠了，威鲁克！天呐，菊田其实早就见过有谷的爸爸了。我的天呐！玉佐美。这就是当时他们这么多人死的真相，他们是互相残杀。アイヌは8人いた。キムシプという存在の曖昧な老人の遺体を使って自分の死を偽装した。目玉をくり抜いたのも自分の目に特徴があるからだ。全部骨になるまで燃やしてしまえばよかった。我的天哪！自分が間違いなく死んだのだと。我的天哪，我好喜欢这一幕啊！但是就是突然想过非常多的画面，我一会儿再讲。北は現場の保護。私はウィルクを追跡する。どうか
はされましたか？阴间诡异又美丽。統率に何と伝えたらよいのか。言う必要はないでしょう。彼らが仲間割れしただけです。だのが仲間割れを期待した作戦だった。都是他们放出的这个毒箭啊，真的是完全击中了。アリコイ持ってた。自分の顔を剥がすとは何という覚悟か。あの状況では白石就是负责来可愛的。避けられないだろうし。残されたアシリパたちはアイヌ社会でどんな扱いを受けるか。キロラン家も金塊につながる自分が死んだとなれば諦めるかもしれない。そう計算ができても自分の顔を剥がすなんてことは常人ならば3日3晩悩んでも実行できない。威鲁克真的是个狠人，他太狠了。決断して行動した。威鲁克跟贺建在某些地方真的很像啊。追跡者は私だったということだ。他忘不了，他太记忆深刻了。天哪，都没有皮啊，疼死了！这全是血跟水感染在一起。シコシコ近辺には囚人が違法に監禁され働かされるいわゆる監獄部屋があった。お前たちの長は犬堂白助です。哦，我记得他。約20キロ南でアイヌが7人殺されている。彼らの金塊の隠し場所を知っている男がここにいると。我々は監獄側とは昔から犬猿の仲だ。他跟犬童典狱长。ウィルクは極秘のうちに監獄へ移送された。こうしてウィルクは網走監獄ののっぺらぼうとなったのだ。キロラン家ニシパはその頃、ウィルクを追って例の老人を探していたところ、苫小牧でアイヌの遺体が7人分見つかったと大騒ぎになった。ねえ。希罗兰克，他又恨又爱。他也有了自己的家庭。7人の遺体の中にはキムシップがいたと。アイヌの男は7人だけではなく、キムシップもいたのだ。他也是，这个爷爷也是被利用了。誰かがアイヌたちを殺したのではない。そして土方歳三がアシリカを探しに来た。網走監獄にいるのっぺらぼうの噂、入れ墨の暗号。のっぺらぼうはウィルクではないのか。他还是家族ができたが、ウィルクと同じ答えにはたどり着かなかった。金塊は極東連邦のために使われるのが、北海道アイヌを守るためにもなるじゃないか。引きこもっ哦，变软弱的了哇！ウィルクが憧れていた狼のやり方で我的天哪！
好阴间，但是又真的非常的爱，就是那种因爱生恨，又恨又爱这种相知的情感。软弱的狼，我的天呐，维鲁克，他有了家人，他做不回狼了。鶴見中尉が教会に監禁してるみたいなんだ。俺が見てくる。状況次第でアシリパをかっさらう。大丈夫か？向こうはお前を信用してねえだろ。正直俺らもだけどよ。アシリパはあんなに小さいのにアイヌのことを俺よりずっと真剣に考えていて、俺は恥ずかしくなった。だから力になりたい。よし、俺はイポプテにかけた。全速力で走る準備をしておけ。他们这个车要开一辈子，根本到不了。ウイルクが身の上を明かしていたら、7人のアイヌたちは殺し合わずに済んだ。金塊を当てにして日本に渡ってこなければ、キロラン家もフィーナとオリガも。フィーナは私がただの在留邦人ではないと気づいていたと思う。それでも離れなかったのは、私の愛だけは信じてくれていたからだ。彼女の死には、私は自分の本当の名前を知ってほしくなった。決して裏切りの告白などではない。勘のいい妻なら分かってくれたと信じてる。二人の骨も今日まで捨てられなかった。军人として失格だ。月岛，他都为了贺建放下了，但是贺建其实没放下。ウイルクを理解できなくもないが。話してくれてありがとう、ソフィア。お礼に長年にわたる罪悪感からあなたを解放してあげよう。これは娘オリガの頭の中から見つかった弾丸だ。そう、あなたのベルダンの弾じゃない。啊？ユルバルスの使った機関銃でもない。拳銃の弾だ。秘密警察のスミス&ウェッソン・ロシアは44。那就不是他们。この弾より少し大きい。ウイルクが持っていたのはシュミット N1822 7.5 ミリ弾。つまり私の不是索菲亚。たのはウイルクだ。オリガとフィーナを殺したのはお前の父親だよ、アシリパ。真的吗？アシリパ。哇啊！我的妈呀，贺建！私の愛する娘、アシリパ。我的天呐！私の娘。長谷川さん。他的女儿也好像在叫他自己的女儿一样。アジャが鶴見中尉をこんな悲しい人にしてしま阿った西里のか。帕，他还看到了他的可悲之处。恨みだったの。ウィルクの希望、私たちの未来、アシリパ。めちゃめちゃに壊すために。それが本当の目的なら。月岛。復讐ならば、カラフトでも網走監獄でもいくらでも機会はあった。あくまで私の目的は日本国の繁栄である。南下するロシアや他国の脅威から日本。真的吗？虽然也可能是真的吧。小さな小さな個人的な弔いがあるだけ。満州の戦友たち、ウラジオストクのフィーナとオリが、彼らの眠る土地が日本の領土になればという祈り。
がその個人的な弔いだけのために那2朵花などということは断じてない。只能说他的私心跟所谓的大义都是一条线路吧。不是李登什么意思？和人との断絶を画策した一部の過激なアイヌだけは尊重し、日本社会の中で生きることを選ぶ地位向上のため命を懸けたアイヌたちの魂は無視されるのか。日本の分断は軍人として私は許せない。父から金塊を託されたアシリパにはアイヌと和人の未来を選択できる。父親の罪を償えるのはお前。好一段演说词啊！我的天呐，何间。他殺。なんでお前がここにいる？鶴見中尉殿は中に。誰も入れるなと言われてるんだよ。やめろ。ここのことは誰から聞いたんだ？菊田特務総長殿から。そうだ。あっちの方で不死身の杉本がアシリパを追ってきてたらしいぞ。直接冲了，要去找山原。密码正确。期間は我々大和民族にとっても全く人事ではないよ。この世界は弱肉強食。弱い者は食われる。キロラン家やソフィアたちが画策する極東連邦国家はおそらく大陸に連邦政府が作られるだろう。しかしそれが帝政ロシアに制圧される。这个其实很不确定。其实都不太可行，有一些理想化嘛。日本の敵対者が入り込む危険性は大いにある。これは差別ではなく確率の話だ。北海道は日本に貴族意識がある者によって統治されるべきだ。先祖からその国に住み、故郷を大切にし暮らす人々を愛するものだ。日本人は結束せねば生き残れない。極東連邦やエゾ共和国など言語道断である。但是也不能入侵别人呀。この金貨を見たことがあるかね。殺し合ったアイヌの男たちの遺品だ。彼らは独立国を夢見て通貨のようなものを作り、アイヌの結束を呼びかけようと考えたのだろう。だが見たまえ、このまだら模様。各地で取れた砂金は金の含有率が違うため混ざり合わなかった。哦，我的天呐，无法民族大融合，就像这个金沙一样。哇！私が思うにね、すべての元凶はウィルクだけではないと思うんだよ、アシリパ。アイヌの宝物には真鍮や鉄で作られたものはあるが、黄金を使った宝物は一つもないだろう。アイヌの生活にとってそもそも黄金は必要のない、役に立たないものだった。それどころか、砂金を掘ったことで川は汚され、アイヌは飢えた。すべてのものにはカムイがいると言ったね。服や小刀、タバコ入れや食器、家など。黄金神威，我的天呐！我的天呐！会给他们带来不幸。偷换概念呀，我只能说。
黄金身为一个大点题，我的天呐，这一集能说真的太震撼了，一定要反复观看，好吧？这么爽的文戏，尤其是贺建最后就是这一整集吧，应该说就是他的这个口才，他的这个巧言善辩，真的就是浑然天成，让人不得不佩服吧。不仅是这个顶级魅魔、顶级演说家、口才师，还是一个欺诈师的感觉吧。贺建，先从最后一点点来说吧，就是这个黄金确实也像他说的，因为来自不同地方，他的这个金沙都无法很好的融合。就像他们想要去促成这种远东联盟这种事情也很不现实吧。都不说不同的地区了，同一个地区也有这样子的分歧，就如同这样子的金币一般，它是无法融合的，它总会带来分裂的吧。贺建也说这个黄金是带给这些爱努族人民的这个不幸，但怎么说呢，这种在他的这个演说里是一种很典型的偷换概念吧，就是因为这种黄金它只是一种工具的存在，到底怎么样才会就是引出这种灾祸，还是人本身的这种行为，黄金也好，还是普通的石币也好，任何这样子的工具它都是以人来去赋予这种价值和定义的。虽然这样子是一个诡辩，但是贺建也真的是完成了他的这个目的吧，他就是要在这里摧残阿西帕和索菲亚吧。最后也是如此点题到这个黄金神威，真的就是神了。阿西帕当他得知这些半真半假的往事之后，他心底这个第一个念头也是贺建的悲惨之处吧，真的是如此纯洁通透坚定善良的小天使。不过话又说回来，到底是不是威鲁克的枪杀了就是贺建的妻女呢？反正现在他们都死了，尸体什么的也是贺建他自己去处理的，不知道他到底有没有是在说真话，还只是为了搅乱阿西利帕的这个心神吧。也不知道贺建他到底是不是早就发现了李登跟月岛在就偷听吧，就是前半段听的那个月岛咬牙切齿，就是自己明明都已经放下了过去，已经决定这样追随贺建的就是若有若无的这个远大志向了，但是其实贺建他自己的往事也并没有放弃，他感觉下一秒都要进去杀了贺建了。但是又到了后半段，就是贺建开始了他的这个演说模式，讲到这个要去抚慰就是曾经那些就是战死的士兵的尸骨吧，要让他们也能够化到这片土地来。虽然这个一定的成分的表演应该是有的吧，那这个大意和私心就是通往的方向是一致的，所以呢他就可以把他们包装的很好吧，说的这个话呢会更加的漂亮一些吧。然后马上那个李登就是一副我就知道我就说嘛那种表情，真的笑死我了。但其实这一点就是贺建上一集也说了吧，就是这些动机啊原因啊不一定都是谎言，所以我也是更倾向于贺建他后面说的这些话，就是为了这种家国大义，为了死去的士兵们，也不完全是就是纯表演，他肯定也是一定程度在意的。再说了，就是一个人的动机本身就是本质上也是非常复杂的，他也不会是完全单一的吧。虽然看了这么多季了，其实黄金神威基本每个角色我都非常的喜爱并且理解吧，但是这仅限于这个就是纸片人的这么一个维度吧。但是话又说回来了，就是人们可能本来就会被困在这种爱与欲望里，很难做到真正那种如此纯粹的，而且也非常现实可悲的一点就是在于很多他们的理想就是放在现实就是非常之脆弱的，就不管是威鲁克还是基洛兰克，贺建也确实有着非常强烈的一种排他性吧，就是他对内呢，内部就是他自己的第七师团啊等等，就是以这种爱的名义去教导着大家，去把大家包装成武器，而对外呢就是又是极度之排斥，就是越把这个他自己的师团变成一个像家一样的存在，又越把这个外部的世界当做一种猎物吧。
说到这个，我这一集真的是非常喜欢这个基罗兰克跟威鲁克他们之间，就是没想到到了这么多季，就是到了现在这样子的时间点，他们俩都已经就是死去很久了，但是还有更多关于他们这种关系的解读，就又能给到观众一些这样子可能一些新的视角，我真的是很喜欢这样。基罗兰克他后来也组建了家庭，他试图也想去找到像威鲁克一样的那种答案吧。他当时看到威鲁克的皮囊也在那一群死士中的时候，他又流下了那样悲伤真切的泪水，但是他最后还是去枪击了就是威鲁克。我想到就是最开始基罗兰克也是在他们这个3人小队里面算是一直憧憬着威鲁克的一个存在吧，他也一直视威鲁克为大哥的这么一个形象吧，一直跟随着他。威鲁克有了家庭后，对他的这个目标上的背叛也一定是给了他一个非常大的重创。他看到自己所崇拜的狼大哥真的变了，而自己又没有在就是向威鲁克组建了家庭之后得出相同的答案，于是呢他就是断定威鲁克真的变成了一头软弱的狼。联系到我上一集结尾也有说吧，就是如果威鲁克他就没有再继续去成为一头狼，而是回归了他的人性，他的家庭，可能很多事情也不会发生了。然后基罗兰克也说他以他曾经崇拜的狼的方式结束了他的生命。这种因爱生恨交织着这种阴暗甚至有些病娇的情感，真的是非常值得细细品味。然后这一集还有一个就是真的要把我吓哭了的一幕，就是贺建他戴上了威鲁克的这个人皮。我请问呢，我这里大晚上不用睡觉了，真的能吓死，真的能做噩梦好吧。当然也能看出来贺建的这个恨意真的是真情流露嘛，但是一方面又听到他最后来了一句我的女儿，就有点像在呼喊远在天边的他的女儿的灵魂一般。但是说到最后，贺建他这一整集的这个演说真的是太具有煽动性和蛊惑性了吧，就放谁坐那儿都要被他完全讲的就是吸进去吧。当然了，黄金他自己又不会去发动战争或者是去掠夺，他更不会去主动毁灭一个民族，最终还是人的这种欲望所造成的吧。贺建也是把这些人的罪转加到了这个黄金的罪上面，然后也说这些黄金就是会诅咒他们这个民族的。历史上也有不少就是因为不管是土地资源还是稀缺资源而被入侵的被殖民者吧，而这些原住民可能也会因此失去他们的这个家园和生命。而贺建此时把这个黄金定义为邪神之后，其实也是要去说服他们不要再去碰这个黄金，然而他自己却还是要继续需要这个黄金。而人性就是面对黄金也是逃不开这种弱肉强食的法则吧，就不仅仅是在生存方面，就更像是一种欲望的厮杀抢夺，看的就是谁更狠，谁更放得下道德，或者就是说谁更会骗吧。这集就说到这里了，我们下一集再见啦，拜拜。